モンベルの中に入っていきました。仕事中に逃走するつもりでしょうか。怪しい男です。仕事時間中に洗濯をひたすらする渋谷区職員。当時の頃は58歳ぐらいでしょうか。ポケットに手を突っ込んで渋谷駅の方に歩いていきます。先ほどいた2人の赤い男とは別れて、今私はこの後年の職員を追跡しています。さあ、どこまで逃げるつもりでしょうか。このおじいさんは今仕事中ですよ。渋谷区役所10時30分に出てきました。今10時55分です。すでに25分仕事をサボっています。さあ、このまま昼飯にでも行くつもりなんでしょうか。歩きました。ポケットからハンカチを出して汗を拭っています。さあ、どっちに行こうかな。おじさん右を見たり左見たりをしています。交番の前に終始裏側の子が歩いてました。どうされました？なんかあったんですか？うん。なんか事情もしよければ。ちょっと不審な人見かけたんで、はい。はい、この人を追っかけてるんですよ。どう不審だったんですかね？なんかされたとかある？ちょっと閉めてもらっていいですか？あの人渋谷区の職員なんだけど、はい、渋谷の職員。はい。私ね、ちょっと閉めてもらっていいですか？こういうものなんですよ。はい。で、仕事サボってここに抜け出してきてるのを見つけたもんですから、相手方が職員、仕事中で仕事中なんですけど、サボって
若い職員2人連れてね、ホテルサボってはたまたま見つけたもんだからあと追ってきたんですよ。初めての方ですか、今日。いや知ってるこいつ、職員だから。あ、そうなんですね。お仕事上の付き合いがあったりとかしてたんですか。そうですあ、はいはいはい。そう、それでね、彼は私のこと知らないわけじゃないから、はいはいはい。お互いの知り合いというか。そうずっとね、あっちで NHK のヤニ部屋でタバコ吸って、はいはい。それからブラブラして、はい私と目が合って、はい。やばいと思ったみたいで、この辺りぐる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 20分ぐらい回ってきて、であっちの方から来てここに今たどり着いた、こういうことなんですけど。ああ、なるほどですね。動画撮ってるのはそういう理由なんです。そうじゃあ今ね、怪しいやつとかじゃなくて、もう相手分かってるんですね。分かってる、で、その動画とかはどうされるつもりなんですか。いやとりあえず撮ってるけど、人によっては人事課長にこれ出してこういう人間がいるよっていう話はするつもりなんですけど、なんか過去にそういうふうに連絡したこととかはあるんですか。ね、警察官ってそういうことできないですよ。仕事中にタバコ吸いに行ったりとかって、あ、外にですか。しないです仕けど。事中は無理ですよね。休憩時間は別として昼飯の時とか休むのは勝手なんだけど、仕事中にこうやって外出てきて、いやね、区役所ってヤニ部屋がないんですよ。タバコ吸うとこないもんですから、そう皆さんね結構周りに吸いに行ったりしてるんだけども、今日30分以上この人外でサボってるから、私ずっと撮ってるんだけど、も連れの方もう一人いたので、若い間先に帰らせて、で2人に別れたんで、私このおじさんの方をついてきたんですけど、ちょっと悪質だなっていうかね、中だろうっていうか。いや本人が反省するんだったらこれね、自分と上司に話して別に動画どうしようってことじゃないんだけども、証拠ないとこの人たちに知らばくれるから、それで動画の意味合いとしては、姿を収めておこうかな。収めとこうってこと、あやけなんか逃げてったんですよ。途中でね、駐車場の中入ってってこうして隠れてるんですよ、これちっちゃくなって。もしかしたら向こうの方もなんか、もしかしたらお顔のをちょっとマスクされてたりとかしてたんで、もしかしたらちょっと誰か認識できなくて、で動画撮られたんで、もしかしたら怖くなったっていう可能性もゼロじゃないじゃないですか。いやわかるでしょ、だって私のこと知らないわけないもん。仕事上の付き合いだった。ね、看護さんはい以前なんかされたとかはありますか。この人じゃない、氷山の一角で、渋谷区の職員こういうのね多いんですよ。本当はいけないんだけどね。被害を被ったとかではなく、たまたま見つけて。そう。金子さんもちょっとお名前聞かせさせていただいて。どうぞどうぞ。もちろん。運転免許とかありますか。いやこれしかない。これしかないですか。新さんですか。はい。豊島区渋谷区。ここです地元。少しはおじさんも堂々としたもんですね。休憩中に出歩いててっていうことですか。他身分証とかお持ちじゃないですか。これ身分証です。これしかないですか。普段持ち歩いてるのは。はい。運転免許とかないですか。下のお名前をお読み。これ安幸と言います。はい。生年月日もいいです。45年11月3日。ありがとうございます。渋谷区本町。はい。2の33の16。はい。はい。電話番号はありますか。080、携帯の方で9611、8444。はい。です。やましいから逃げてるんでね。いや、話したいんだって話してもいいですよ。金子さんがおっしゃったことを伝えてもいいですか。いや、それ伝えない方がいい。私、直接人事に言うから。ただ、彼としては、動画としては、要はなんで今と言われたっていう方が、向こうの言い分としては、ね、向こうからしたら、何も自分の中ではしてないのに、自分の中ではしてない。それが客観的にとか、社会通念上どうとかじゃなくて、本人の中で何もしてない道に入るんですけど、この中で急に知らない人に追いかけ回されてるっていうのが、彼本人の言ってることなんです。なるほど。そこだけ切り取っちゃうと、理由は必ず知りたいじゃないですか。はいはい。女性とかじゃないし、知ってる人じゃない以上、理由は多少なり必要だと思うんです。それを私たちから下手に申し向けると、そこが悪いと思うんで、できればご本人同士で話し合いした方が、うまく、ね、伝えたい要点だけはまとめられるのかな。確かに。
おっしゃる通りです。それはちょっとお話を任したいなと。いいですよ。難しいはい、ことして大丈夫、大丈どこまで行っていいか本当に判断つかない。夫。はい、結局内部的な話になっている。はい、はい、であれば本人たち同士ではい。話していただくのが一番。わかりました。私たち間に入る。了解です。横でもそれちょっとはい、ます。わかりました。悪いんですよ。議員さんと、役所の職員の方の関係性って、はいどういう関係性なんですか、普段。いや、まあ、同じ建物にいますから、まあ、目指すものは一緒で、地元のために、組のために仕事するってことなんですけど、方がっていうことですね、金子さんの。不要な外出をされてる。そう、しょっちゅうなんですよね、このおじさん。よく見るんですよ。たまたま、下の NHK のビルで見かけたもんですから、あら、渋谷区の職員が NHK に入ってくるって変だなと思ってね。はい。そういう人はもうなんか、人事に直接連絡した方が早いんじゃないですかね。多分ね。向こうもやっぱ一番それが効くと思うんですよね、上司から。ただほら、もう定年間際のおじさんなんでね、若いの連れてサボってるってのが一番やっぱり許せないっていうかね。もう若いのも一緒に見かけたら、もうそいつらも一緒に連絡して、なんかもう、このおじさんはほら、もう定年だからもういいんだけども、若い人に悪い影響を与えてるってのが一番許せないんですよ。でなんか議員さんのお時間もなんかその追跡する時間ももったいないじゃないですか。確かに、そう、議会あるんだけどね。なんで、その時間を取ること考えたら、なんか、費用対効果とか考えたら、もったいないなと思うんで、いや、そうですね。本当に。そういう時も、話したんですけど、はい、はい。話してみたんですけど、はい別に理由も知りたくないし、気持ち悪いから、今会いたくはない。会いたくない。ただ、はい。そうなんで、はい理由はどうしても知りたいとかないんですけど、知りたくないっていうんですし、はい警察からはもう申し向けることをやめてくれって言われたら言えないんですけど、はい、じゃあそれでいいです彼だけだけ返していいですで、仮に、やるんだとしても、はい、内部的な話ですけど、はい、客観的な状況だけ見ると、はい、軽犯罪法に引っかかる可能性があるそう付きまといに。いやいやなりかねないです、やめてって申し向けられて、何メートルとか、私の法令見てると多分知ってると思うんですよ、はい、はい。そういうのあるんで、一応それに要は怪しいような状況があったっちゃあったじゃないですか。ない、ないです。いや要は客観的に見て、その内情は知らなければ、一人の男の人が一人の男の人を後ろから撮影してもまあいいや、ごめん、その話は分かった。私、議会があるんで、おじさん話したくないんだったら、私先に役場戻りますから、ね、で、一応ちょっと彼に伝えてほしいんだけども、話しないんだったらそのまま人事に連絡して、それ言っていいんですか？いいです。あなたクビになるし、どうしますかっていう話。じゃない、やった理由伝えていいですか？伝えた方がいいと思いますよ。だって誰だか分かってないってことでしょ。そうです。分かってないから。私は彼のこと知ってんだけど、彼は私のこと知らない可能性もあるからね。知らないって言ってましたよ。やっぱり。だから気持ち悪いって言ってるんだ。じゃないですか。知らない人ですから。でもね、やましいことあるからね、伝えていいと思いますよ、別に。伝えていいかどうかは、金子さんが決めてください。伝えてください。大丈夫です。はい。聞いてみます。サボってることをね、役場に職場に連絡しますよと。いいですか？金子さんの名前は明かさないですけど、議員さんだということは伝えてます。伝えなくていいんじゃない？一区民だって言ってください。一区民だと、区民の方が撮影したってなると、いやいや、そんなことないですよ。だって、一区民の立場でそれをやるかって言ったら、結構ないです。そうかな？いや、ないです。結構来るよ。だってそれは苦情ではあるかもしれないですけど、彼がでも11時になってたら。区の人間だっていうことを知り得てないと通用できないじゃないですか。で、一般区民がそれ知ってるかって言ったら知らないんですよ。私って彼のこと知ってるからね。そうです。前段階はい。でない以上、それだとちょっと、例えば区役所の人間ですってことだったらいいと思います。区役所とか、そうですね。区役所の人間ですよ。あ、それはいいですよ。それはいいですよ。はい。大変ですね。客観的に見たら、知らない人に動画撮られてるっていうことですからね、向こうからしたら。そう、確かにね。そうですよね。だって今、後ろにこうやって知らない人が見られてたりとか、ちょっと、ね、つけられたらちょっと嫌じゃないですか。立場だったら、誰だお前。知ってる人はなんでも、ようみたいな感じですけど、やっぱ知らない人ってやっぱ怖いじゃないですか。確かにね。だから、その辺はやっぱ、金子さんもわかりますし。
確かにね。そういう部分をちょっともしかしたら今後見つけても、そういうのちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね、これから。もしかしたら向こうはこっちのこと忘れてるかもしれないって可能性もあるじゃないですか、やっぱり。そうね、確かにそうですね。でまあ、その場で身分明かせるならですけど、多分身分も、ね、言いたくない時もあるじゃないですか、金子さんも。いやいや、私全然暖房隠すところは何もないんですよ。でもまあ、今みたいに、なんかそう伝えるほどではないかなって時もあるじゃないですか。いや、こりゃ問題ですよ。まあ、むしろやっぱ問題というかもう直接、なんかもうそういう場所の方がいいんじゃないかなっていう、直接相手じゃなくて。いやいや、いや、まさかこんな交番に来ると思ってなくて、仕事にそのままね、タバコ吸って、職場に戻んだと思ってたんだけども、ぐる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 回ってきて、ここにたどり着いたもんだからね、今こうやってお話をさせていただくことになったんですけど、もしかしたら、まあ、つけられてるかと思って、なんかその職場に戻ると、職場に中に入ってきちゃうかもしれないとか、もしかしたらすごい警戒心、渋谷って危ないじゃないですか。確かに。そしたら先に金子さんに戻ってください。はい。本人に話いけます。ただ、あれですよ、私、役場に行ってこの人と話できるけど、それはいいんですか？それは向こうとしては、役場の人間っていうのは伝えたんです。可能性が理解してて、それはいいんですけど。なるほど。わかりました。それはもう、どう転んでも多分防ぎようがないことなんで了解。はい、わかりました。了解です。はいはい、ご苦労様です。はい、どうも。ということで、こちらの交番でお話をしました。やんちゃ系の感じなんです。今こちらの宇田川の交番で話をしました。話の内容は、まずこのおじさん、私にカメラを撮られて付きまとわれているという訴えを交番にしているそうです。で、交番の警察官に仲裁に入ってもらいまして、交番ではこれ以上話はできないので先に私に帰ってくださいと、その後に、この職員のおじさん帰らせるということで話がまとまったので、私はこれで帰ります。ではこれで帰ります。